こんにちは、ミルです。さて、12月に入りました。12月になると、不思議なんですが、なんか一気に忙しくなるような気がします。去年の動画でもお話ししたんですが、12月、特に12月の半ば、半分ぐらいを過ぎると、冬至、クリスマス、忘年会、大掃除、大晦日、年が明けてお正月といろんな行事が立て続けにあるので、本当に12月半ばを過ぎるともう一気に駆け抜けていく、走り抜けていくという感じがします。で、これすごく不思議なのが、11月30日でもまだそんなに忙しい気持ちにはならないんです。寒いんですけど、明日次の日はね、12月1日なんですが、まだ11月ということで、秋の感覚といいますか、年末まではまだ時間があるなーっていう気がするんです。で、次の日になってね、12月1日になると、急にね、さあ12月だ。年末に向けて忙しくなるぞー。あっという間にお正月だよーっていう気分になるんです。不思議ですね。私だけですかね。結構そういう方多いんじゃないかなって思うんですが、なので、今日はね、12月1日なんですが、昨日まではね、なんか心の余裕がすごくあったんですが、今日からね、なんか、よし、12月だっていう感じです。はい。で、12月半ばから忙しくなると言いましたが、私はね、年末に慌てないように、大掃除を今から少しずつ始めます。毎日お掃除しないところの掃除を少しずつ始めるんです。例えば、冷蔵庫の中のものを全部出してきれいに拭くですとか、クローゼットの中のものを全部出してきれいにするとか、カーテンを丸洗いするとかね、そういう毎日お掃除しないところを今から少しずつやっておくんです。そうすると年末になって慌てなくて済むんですね。慌てなくて済む。そう、慌てなくても良くなるんです。はい。年末に1日かけて大掃除をするっていうのもいいんですけどね。やっぱりね、ちょっと今から少しずつやっておいて、年末ちょっとね、余裕を持って大掃除したいなって思うんですね。なので、お掃除を始めます。で、お掃除といえば、うちにはお掃除ロボットとか掃除機がありません。皆さんはどうでしょうか？毎日雑巾がけをしています。雑巾がけというのは、雑巾で拭き掃除をするという意味です。昔はね、掃除機を使ってお掃除していたんですが、重いし、フィルターの交換とかね、お掃除が面倒だし、それにね、排気が臭い。あとは掃除機を置く場所が必要とかね、なんかいろんな理由でもうね、やめちゃったんです。なんかもっとめんどくさいなーっていう感じがして。はい、もう何年も経ちますね。で、今は毎日雑巾がけをしています。水拭きとね、空拭きです。水拭きというのは、雑巾を水で濡らして、ぎゅーっと固く絞っていろんなところを拭きます。空拭きというのは、乾いた雑巾で拭くんですね。例えば、本棚などは空拭きです。空拭きでほこりをね、さーっと拭きます。で、水拭きはですね、テーブルとか床とかね、お水で濡れても大丈夫なものは水拭きをしています。これがね、すごく気持ちがいいんですよね。そしてね、面白いの。面白いというのは、昨日の出来事をね、思い出しながら、なんか想像しながらね、お掃除するのがちょっと楽しいんですよ。床はね、赤ちゃんのハイハイのような動きで雑巾がけをしているんですが、前日にね、食べたお菓子のかけらが落ちていたりしてね、それを見ると、昨日楽しかったなとか、美味しかったなって思い出して嬉しくなったりします。あとはね、なんでこんなとこにお菓子のかけらが落ちてるの？
ここで食べたのは誰だみたいなね、感じになったり、いろいろね、いろんな発見があって面白いです。あとね、毎朝掃除をしていると、毎朝ね、驚くんですよ。一晩でホコリが結構溜まっているということに、毎朝驚いてます。本当にね、ホコリってどこから来るんだろうって思いながらね、毎朝拭き掃除をしています。不思議ですよね。で、そんな感じで、床とかテーブルとか、いろんなところを拭き拭きしているんですが、拭き掃除をし終わるとね、空気が変わるというか、本当にね、気持ちがいいんですよね。掃除した後のお部屋の空気、もうね、最高なんですよ。で、そう、いつもね、あ、綺麗になったってね、喜んでいます。そうですね、皆さんは朝起きて、どんな風に過ごしますか？掃除はね、朝のうちにやっちゃうんですが、私はね、ほぼ毎朝同じようなルーティンです。ちょっとね、私の朝のルーティンのお話をしたいです。いらないかな。でもね、時間配分最高なんですよ。毎朝自画自賛しています。はい。自分をね、毎朝褒めて遊んでるんですけど、朝起きてね、洗面所に行って着替えをするところまではね、まあいいんですけど、ここからなんですよ。まずね、ご飯を土鍋で炊きます。で、これね、だいたい15分もあれば炊き上がるので、ご飯を炊いている間に、さっき言ったね、雑巾がけ、お掃除をするんです。炊飯器ではなくて、お鍋でご飯を炊くんですけど、そのご飯ね、炊くときは途中で一度火加減を調節しないといけないんです。最初は強火でガーって火にかけて、沸騰したら一度ね、火を弱めないといけないんです。で、これが面白いんですよ。いつ沸騰するかわからないんです。もう何年もね、何年もお鍋でご飯を炊いているんですが、まだね、どれぐらいで沸騰するかっていうのがわからないんですね。なので、沸騰するまで雑巾がけをするんです。で、沸騰すると当然ですが、ボコ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 ってお鍋から水分とかね、この湯気が吹き上がって、お鍋の蓋がね、カタ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 って踊り出すんですね。その音が結構激しいんですよ。最初ね、ボコボコボコからボコボコボコになって、カタカタカタって蓋が踊り始めて、で、その時、毎回ね、この雑巾がけした、そのハイハイした時、してる時にね、ボコボコボコって聞こえてね、わー、沸騰したはい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 って言ってキッチンに走っていって、慌ててね、火加減を調節するんです。弱火にね。これをほぼ毎朝やっているんです。で、火を弱めたら安心して雑巾がけに戻るっていうのを繰り返しています。で、炊き上がったなーっていうところで火を止めます。ちょうどね、その頃には掃除も終わっているんですよ。すごいですよね。で、火を止めたら、今度ね、そのまま10分ぐらい蒸らすんです。で、もう掃除終わってますから、今度はその間にね、お味噌汁を作るんですよ。すごいいい時間配分だと思いませんか？本当に、毎朝ね、自画自賛です。はい。でね、そう、お味噌汁作る頃にはもうお腹が空いて、お腹がグーグーなっているんですね。最高のタイミングなんです。お掃除も終わってるし、ご飯も炊き上がって、蒸らしも終わってるし、お味噌汁も出来上がってるっていう、いいタイミングなんです。で、綺麗なお部屋で、美味しい炊きたてのご飯と、出来たてのお味噌汁を食べるんですね。もう最高ですよ。本当にね、ああっていう感じ。五臓六腑に染み渡るっていう感じで、もう至福の時間です。はい。こうやってね、落ち着いてご飯が食べれるというのは、本当に幸せなことだなって思うんです。もちろんね、時間の余裕がない時もよくあるんですが、ゆったりとした気持ちで食事が楽しめるというのは、とても幸せなことですね。はい。ということで、12月に入りました。いろんなね、行事があったり、
やることがたくさんあって慌ただしくなる方も多いと思うんですが、ぜひぜひゆったりとした時間を確保することも忘れずに過ごしていきましょう。じゃあ、バイバイ。